兼業絵描きの沢渡です。今回は絵を完成させる秘訣についてお話しします。なかなか自分の絵を完成させられないと前に進んでいる気がしなくてもどかしいですよね。頑張って描いているのに形にならないまま終わると達成感も得られません。しかし、もし絵をしっかり完成させられるようになれば状況は大きく変わります。例えば X にアップロードすれば多くの人の目に留まるかもしれません。バズればフォロワーが増えて、いずれは神絵師と呼ばれるようになるかもしれません。実際、私が過去に X に投稿したイラストの中で 1.2 万いいねを獲得したものがありました。その時、新しくフォローしてくれた人が2000人ぐらいいました。このように、仮に同じ時間を絵に費やしていても、完成した作品があるかどうかで結果が変わってしまうということなのです。この差が何年も積み重なると、もう取り返しがつかないくらいの開きになってしまいます。では、どうすればコンスタントに作品を完成させられるようになるのでしょうか。実は完成させるためのコツというのはちゃんと存在します。私は子供の頃から20年以上絵を描いてきました。その中でなぜ途中で挫折してしまうのか、どうすれば最後まで描ききれるのか、その答えを試行錯誤しながら学んできたのです。これから本気で作品を完成させられるようになりたいと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。ということで、まずは大事なこととして、イラスト初心者の多くが完成できずに挫折してしまう理由についてお話しします。例に漏れず、私自身も作品制作が辛くなって絵を途中でやめてしまったことが何度もあります。例えば、一昨年から始めた漫画制作の挑戦では何ヶ月もストーリーを書き進められずに手が止まってしまったことがありました。そもそも私が初めてまともに一枚絵を完成させたのは、初めて依頼を受けてどうしても完成させなければならなかった時です。それくらい完成させることが苦手だったんです。それですごく大事な質問なんですけど、作品を完成させるために最も必要なこととは何だと思いますか？こんな風に考えていませんか？画力が足りないから完成できないんだ。だからたくさん練習して上手くなればいくらでも作品を仕上げられるようになる。しかし実はこれが罠なのです。なぜならどれだけ絵が上手くなっても自分の技術が理想に追いつくことは決してないからです。私自身20年間絵を描いてきて確かにいくらか上達はしました。しかし上達すればするほど理想が高くなり、今でも自分の理想通りの絵を描くことはできません。X でも高い画力を持つ絵描きたちがもっと上手くなりたいとポストすることがあります。これはどれだけ上達しても理想には届かないことを示す良い例です。初心者であればなおさら理想と現実のギャップを大きく感じるでしょう。では、神絵師も初心者も同じように理想と現実のギャップを感じてストレスを抱えるなら、作品を完成させられるかどうかの違いは一体どこにあるのでしょうか。結論から言うと、現実逃避してしまうかどうかの違いです。人は理想と現実のギャップに直面するとストレスを感じます。この時、理想に届かない自分を認めたくないという思いが生まれます。その結果、作品から目をそらしてしまうのです。とはいえ、あまりイメージが湧かないかもしれません。そこで逃げてしまう理由を3つ解説します。これは私自身も散々ハマってきたものです。正直に言って紹介するのが少し苦しいです。一つ目の理由は、完成させることで現実を直視しなければならないからです。作品を完成させると今の自分の実力が作品としてはっきりと形に残ります。その結果、今の自分の限界を直視することになります。これがもっとうまく描けるはずという期待と矛盾してしまい、不快感を生み出すのです。2つ目の理由は、未完成で止めることでやればできるという可能性を残せるからです。作品を完成させないことで本気を出せばもっと良くなるはずと思うことができます。まだ本気を出していないだけという状態を保つことで、自分はやればできるという自己イメージを守れるのです。アドラー心理学の入門としてヒットした嫌われる勇気という本にも全く同じパターンの例が出ていました。つまり、絵を完成させられないのではなく、完成させることで直面する現実を避けているのです。3つ目の理由は、目の前の絵を完成させるより他のことに意識が向くからです。例えば、別の練習をした方がいいのでは？この絵よりもっといいアイデアを思いついたかも。他の人の作品を見て学んだ方がいいかも。などと考えることです。しかし、こうした行動の根底には、今の自分の実力を直視したくないという心理があるのです。これら3つの理由に共通するのは、やはり技術の不足ではなく、心理的な防衛本能なのです。ここまでの話を聞いて、よし、自分の実力としっかり向き合って、まずは完成させることを意識するぞ、と思う方もいるかもしれません。それ自体は素晴らしいことです。しかし、自分の心を守るための防衛本能が相手なので、意識するだけで乗り越えられるとは限りません。では、どうやってこの問題を解決すればいいのでしょうか。それは、作品制作中に今の自分の実力を超えることはしないと決めることです。言い換えると、今の自分ができる範囲で作品を完成させるというルールを作ることです。こう聞くと、
作品制作中に気づいた自分の欠点を修正するから絵が上達するのではないかと疑問に思う人もいるでしょう。しかし、作品制作中に欠点を修正することには問題があります。それはいつ作品が完成できるのか予測できなくなってしまうということです。例えば、それが1日や2日で解決できるような問題であれば、大きな遅れにはなりません。しかし、仮に1年以上かかるような問題であれば、作品の完成が1年以上先になってしまいます。そうなると、作品を作るペースが極端に遅くなってしまいます。では、どうすればいいのか。解決策は、作品制作と練習を全く別のプロセスに分けることです。作品は今の自分の実力で描きます。そして作品制作中に気づいた欠点はその作品とは別の計画を立てて練習すればよいのです。そしてその問題が解決したと感じた時、もし最初に作った作品を修正したくなったらその時に直せばいいだけです。こうすれば自分の欠点を解決しながらコンスタントに作品を完成させることができます。もちろんこれは自分の趣味として制作する場合の話です。プロとして仕事で描く場合は当然それ相応の品質が求められます。自分が書けないので修正する努力もしませんでしたでは通りません。しかし初心者や中級者のうちはこの方法で問題ありません。なぜならプロとして仕事をするにはある程度以上の画力が前提として必要になるからです。意地悪な言い方をすれば初心者がプロとして仕事をすることを考えても意味がないのです。だからたとえいつかプロになりたいと思っていてもそのことは一旦忘れましょう。初心者や中級者にとっては作品を完成させた経験が決定的に足りていないからです。また完成させるためのコツとして何時間以内に完成させると最初に区切ってしまうのも効果的です。なぜなら締め切りを決めなければ完成が無限に先延ばしになってしまうからです。これはパーキンソンの法則の第一法則として知られています。イギリスの歴史学者、政治学者であるパーキンソンは仕事の量は完成のために与えられた時間全てを満たすまで膨張すると主張しました。要は締め切りギリギリになるまで仕事は終わらないものだよということです。実際締め切りを決めることによって人間の心理状態がどう変わるかは多くの人が経験しているはずです。例えば夏休みの終わりがあと1週間後に迫っているのに宿題がまだ終わっていない時、そんな時それまでよりもずっと集中してなんとか最終日に終わらせた経験がある人も多いでしょう。これこそが締め切りを決めることの効果です。とはいえ夏休みが終わっても宿題が終わらず先生にいやー宿題家に忘れちゃってと言い訳したことがある人もいるかもしれませんね。ちなみに私はあります。同じように締め切りを過ぎた時点で作品に納得がいかない場合もよくあることです。しかしそこではもう開き直ってしまって構いません。時間を過ぎてしまったのだから仕方ないじゃんという具合です。実はこの考え方は自分の実力不足に対するストレスを軽減するのにも役立ちます。自分の実力が足りなくて下手に書いてしまったと考えるよりも時間が足りなくて直せなかったと考えた方が気楽なのです。私の経験上はこの考え方で楽になったことがあります。とはいえそう簡単に開き直れるとは思えない。どうしても自分がうまく書けない部分が気になってしまうだろうと感じる人もいるでしょう。そこでそういった心の抵抗感を減らす方法を次にお話しします。それは心理学でセルフコンパッションと呼ばれているテクニックです。セルフコンパッションとは自分の苦しみに向き合い自分を優しく思いやることで困難な状況でも生きていく強さを身につけるための考え方です。なぜセルフコンパッションが必要なのでしょうか。それは私たちは何かを間違えたり失敗した時自分を励ますのではなく自分を責めることが多いからです。なぜ自分はうまく描けないんだろう、なぜこんなに下手なんだろう、こうした言葉を自分に向けたことはありませんか。セルフコンパッションを提唱した心理学者のクリスティン・ネフによると、セルフコンパッションの力が強い人ほど辛い状況から素早く立ち直ることができるといいます。例えばうまく書けないことで落ち込んでもすぐに立ち直ることができれば次の作品に取り掛かるのも早くなります。その結果より多くの作品を制作でき経験を積むことができます。今回目指すのはこうしたメンタルの状態です。ではどうやってこの力を身につけていけばいいのでしょうか。具体的な方法を紹介します。一つ目の方法は友達に接するように自分に接することです。クリスティン・ネフはセルフコンパッションを育てるための手順を紹介しています。まず最初に親しい友達が苦しい状況にいる場面を想像してみてください。そして自分はある程度落ち着いた状況にいるとします。この時あなたはその友達にどのように接しますか。どんな言葉をかけますか。思いついたことを紙に書き出してみましょう。次に今度は自分が苦しい状況にいる場面を想像します。この時普段のあなたは自分に対してどんな風に接していますか。どんな言葉をかけていますか。こちらも同じように紙に書き出してみましょう。最後に
友達に対する言葉と自分に対する言葉を比べてみます。すると多くの場合、自分にかける言葉の方がずっと厳しく冷たいことに気づくはずです。この違いに気づいたら、意識的に自分にかける言葉を友達への言葉に変えてみてください。そうすることでメンタルの状態が大きく変わってきます。次に2つ目の方法を紹介します。それはセルフコンパッション日記をつけることです。この方法では自分のネガティブな気持ちや自己批判、辛かった出来事などを思いつくままに書き出します。自分の思考や感情を一気に書き出すだけでもかなり気分がすっきりすることに驚くかもしれません。さらに次の3つの手順をたどることでセルフコンパッションの力を高めることができます。まず最初に書き出した内容を見ながらありのままに出来事を振り返ります。例えば今日も書きかけのイラストを途中で消してしまったとしましょう。次にその経験をしたのは自分だけなのかと考えてみます。いや、きっと多くの人が似たような経験をしたことがあるはずです。そう思うと、まあみんな悩むところだよなと少し気持ちが楽になるかもしれません。最後に、大丈夫だって安心しろよ、次行こうぜといったように自分に優しい言葉をかけてみましょう。このようにありのままに出来事を振り返り、自分の経験はよくあることだと認識し、自分に優しい言葉をかけることで自分に対する見方が少しずつ変わり、気持ちが軽くなっていくはずです。この経験はよくあることだと認識すること、この意味がいまいちピンとこない人もいるかもしれません。でも実際に経験すると共感することで気持ちが楽になることがわかります。例えば漫画カイジのあるシーンです。お金を頑張って貯めれば未来が変わるかもしれない、そんな状況なのに主人公のカイジは欲望に負けてビールやつまみで豪遊してしまいます。そしてものすごく後悔するのにやはりちびちびと酒を買い続けてしまうのです。これを読んだ時、わかると強く共感しました。自分も簡単に欲望に流されてしまうことがあるからです。その瞬間、なんだか救われたような気持ちになりました。自分だけじゃないと思えるだけで気が楽になるものです。クリスティン・ネフは毎日決まった時間に書くことを勧めています。ただ個人的にはネガティブな気持ちが湧いてきたらその都度メモ帳に書き殴る方法もおすすめです。書き終わったら紙をくしゃくしゃに丸めてゴミ箱に捨ててしまいます。この方法はストレス解消にとても効果的です。書いた紙ごと捨てることで気持ちまでゴミ箱に捨てたような感覚になります。スーパーやコンビニに売っている安いメモ帳でも十分なのでぜひ試してみてください。今回お話ししたのは作品を完成できない理由、作品を完成させる考え方、そして今の実力を受け入れる方法の3つです。この中で最も重要なのはやはり考え方の部分です。大切なのは力を抜いて開き直って何度も取り組むことです。これが一番のコツになります。とはいえ自分は完璧主義だからそんな簡単に割り切れないと感じる人もいるかもしれません。実は私自身も長い間完璧主義に悩んでいました。その経験があるからこそ気持ちはよくわかります。そこで最後に私が完璧主義を脱するきっかけになったある個人サイトに書かれていた言葉を紹介したいと思います。仕事ができない人間は一つ一つをバカ丁寧に仕上げようとする。幼稚園の頃にママから教わったのか知らんけど、こんなんじゃいつまで経っても仕事が終わりません。できない人間ほどなぜか完璧主義だ。しかし完璧主義ってそもそもお前の能力が完璧とは程遠いだろとツッコミを入れたくなる。かなり厳しい言葉なのですが、私はこれを読んだ時ハッとしました。確かにその通りだと気づいたのです。人間は誰しも完璧ではありません。それなのに仕事や創作が完璧にできるはずだと考えてしまう。その発想自体がある意味傲慢なのではないかと思いました。大切なのはまず完成させること、そして完成した後にどうすればもう少しよくできるかと考えればいいのです。ぜひ今回紹介した考え方を取り入れてより多くの作品を完成させてみてください。それがきっとあなたの未来を変えてくれます。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。